おかえりなさい。幸せ右脳へ。今回も意識変容の仕組みについてお話しします。このカードは放射です。前回の動画のカードで見たように、生命はすべてに浸透し、すべてであるがゆえに切れ目なく表現することが難しいです。にもかかわらず、生き物に目を向けると、そこに生命の働きが見えてきます。そしてそれは人間だけ少し違う形をしています。その部分に注目して、できるだけ生命を理解してみたいと思います。魚、鳥、動物から目に見えないほどの微生物まで、生き物にはその体を維持するための丸く見える場と生命の知性が見守る放射が働いています。場はいわゆるオーラや気と言われるものです。放射は知性による調整のための情報の見守りです。すべての情報は即時生命全体を満たし共有されます。膨大という言葉では表現しきれない情報です。放射は生き物に届く前に何回かねじれて見えます。このねじれは集中です。ねじれることで目的に集中します。ねじれは海の中の渦巻きに似ています。渦巻きは動きがあり、その動きによってまとまりがあるように見えます。しかし成分は海水で海全体から切り出されていません。同じように生命の中に放射があり、放射が目的に集中するためにねじれが使われています。人間の場合、魂や生命が強くねじりを作り出して個体を生きます。見守りの放射はこれとは別にあります。他の生物との違いは乱数の強さです。人間だけが現在のところ思考に切り出された意識を持ち、それが生命を忘れ去るほど強いために激しい乱数を持っています。このように生命は切れ目ない一つでありますが、動きがあります。このカードは左脳です。先ほどのカードで見たように、生命はすべてに浸透していながら、エネルギーでもあり、知性でもあります。その知性が目的を持つと、エネルギーの放射にねじれができて、緩く切り出された個に見える存在が発生します。人間の場合、これが魂、生命となります。魂、生命は個のように振る舞うことができますが、海の中の渦巻きと同じで、常に生命全体と同じエネルギーでできています。以前の動画、仮面で見たように、個として切り出された意識は、外側から見たイメージを持つことができます。手を見たとき、意識である自身がつながる内側の細胞たちの生きた感覚よりも、その上にかぶせた手というイメージを感じ取るのです。生命からの断絶の投影です。これらの働きは大脳の左半分、左脳の働きです。左脳からは外側の世界しか見えません。体の内側、生命の感覚にはもう片方の半分である右脳とそこから伸びた神経組織全体を介さないとつながれないのです。しかし生命全体は震えました。外側という仮想世界が
誕生したのです。そしてそれをイメージ化して取り込むことができる神経は激しく進化を始めました。それは爆発とも言える勢いの乱数的進化でした。このカードは関係性です。このカードの内容は以前の思考と自意識から投影と孤独までを生命の側から見た角度で表しています。切り出された意識は生命の外側の世界に入り込み、左脳の機能による刺激を取り込んで左脳機能をさらに強めていきます。私が存在するという感覚は目に見える他のものを境界線で切り出し、関係性という感覚を作り出すことでより強まります。ここで強まっているのは脳の特定の神経回路です。関係性があるということは生命のつながりがあるということと相反します。つながりが見えないから関係性を思考で作り出すのです。関係性は思考です。生命のつながりは永遠ですが、関係性は思考によって変わります。またここでは、魂、生命との通信が間に挟まる思考と言葉によって途絶えていることを示しています。切り出された意識は思考と言葉の刺激を押し固めるように固い壁を作り出します。意識の隔壁です。けれど魂生命は変わらず放射され、あなたを生きています。苦しみは途絶えた意識の方にあり、意識の求めるつながりは同じ体の中にすでにあります。あなたが2人いるでしょうか？それとも1人？このカードは迂回路です。このカードの内容は以前のカードの逆行の旅から共鳴までを別の角度で可視化しています。生命がさらなる乱数を求めて意識を生み出しました。そこに左脳が配されて意識が言葉を生み出し、認知の中で世界を切り出し続けます。あれは山、これは木、これは葉っぱ、これは。この切り出しを行っている主体として、私という意識が強くなります。認知による世界の切り出し、言葉による思考、私という主体の意識の強化、これらは周囲に形作った社会、文化、文明によりさらに加速されます。私という子はこの数十年だけでもそれまでよりも激しく重い責任を課せられています。幼い時からお前は子としてどう生きるのだという問いを社会に突きつけられています。この先もそれは加速していくでしょう。それは確かに自由ではありますが、そもそも左脳と思考がどこまで個という重責に耐えられるのか未知の領域です。もしかすると現状が限界かもしれません。もう少し先まで耐えられるかもしれません。けれども私たちにはもう一つの道があります。生命に帰るのです。そこにはつながりがあり、個では思いつかない360度の広がりの発想があります。意識は再び生命力を注ぎ込まれ、生き生きとし、灰色の世界に
鮮やかな彩りをもたらします。ここにいていいんだという安心感に包まれます。私たちはそもそも生命だったんです。生命全体のために、全体の一部として力を尽くす、そんなあり方があります。ただ、直接そこへ戻るには、意識の隔壁が立ちはだかります。思考では生命を捉えることができません。けれども、思考は関係性を理解しようとして自動的に生真面目に取り組んでしまうのです。それは何でだろう、どういうことだろう、どんな意味があるんだろう。そして結局思考による意識の隔壁を強化するだけに終わります。そこで迂回路を行くことにしましょう。迂回路は神経です。身体です。そして小難しく考え続ける左脳機能を笑い飛ばす子供のような遊び感覚です。神経はお腹を意識することでつながることができます。体は動くことでよりつながりやすくなります。歩いたり踊ったり全身で笑ったりすることは神経を元気にします。神経を元気にしたら、その方向に思い切って人生を乗せてしまいましょう。どんなこともお腹に尋ねる。生命がそこにいること、答えてくれることを信じきる。思考の代わりに神経を使い始めましょう。考えず、疑問はお腹に投げ込むのです。ただ、左脳のような回答スピードは出せません。問いに対して生命の響き返しがあり、それが神経から右脳、左脳、あなたまで翻訳されてくるのに時間がかかります。1日、2日、3日待ってみてください。いくつかの経験、記憶、情報がくっついた形で思いがけない答えが体の中に現れます。そしてそれは不思議なほど納得がいくものなのです。